めちゃめちゃ美味しかったです。もうほぼ毎週食ってる。もう豚1頭ぐらいいったんちゃう。はい、どうぞ。営業中はもう一人なんでバタバタしちゃうの嫌なんで、もう全部炊く分に分けて、もう入れたらいいようにこういう感じで全部分けてるんですよ。米洗ってっていうのを営業中にやってるともう回らなくなるんで。炊飯器3台使われるんですね。そうなんですよ。これ一応保温にするっていうので2台でずっと炊いてるっていう感じで、まあ5升は絶対炊くと思うんで、尖った料理やってるんで、万人受けするっていうかは誰かがハマってくれたらいいかなっていう感じなんで、だから味も濃いめですし。卵は使ってますかね。やっぱ味も全然変わります。そうですね。チャーシュー自体が味濃いんで、やっぱそこに卵負けないように卵の黄身の味が濃いやつにしますかね。追加でダブルにしたら1個ご飯のせたりするんで、そうするとやっぱみんなね、いい卵で食べるとこう卵かけご飯じゃないですけど目玉焼きご飯みたいな感じになって喜ばれると思う。曲がりされない状態っていうのは何屋さん？もつ鍋屋さんです。今はちょっとね、もつ鍋屋さんの方が休憩というかスタッフの関係でちょっと休んでて、夜は今イタリアンが入ってる感じですね。だから昼は定食や夜イタリアンっていうわけわからん店になってますけど、その前は何されてる？その前はここで働いてました。ここもともとカレー屋さんやったんで、スパイスサロンバビルの塔っていうカレー屋さんで何年ぐらい働いてるんですかね。5年近く働いててっていう感じですかね。ずっとそこで店長やってたりとかして、で、まあ、閉まるってなったんでどうしたらいいかなってなって、曲がりがいいかなと思ったんで、前のここからちょっと離れてるんですけど、そこの店舗で曲がりスタートっていうのが大体2年前ぐらいですかね。2023年の5月ぐらいにスタートっていう感じですかね。で今2年ちょっと経ったっていう感じですね。カレー屋さんの時から実はチャーシューエッグって出してたんですよ、メニューとして出してて、で人気やったんで、じゃあまあチャーシューエッグ1本でやるのもまあいいのかなと思ったんで、まあフライパンさえあればと炊飯器あればできると思ってたんで、それがスタートしたきっかけですかね。ご自身で作っておられる？ああ、そうです。まあちょっとでもね、なんか皆さんの目に留まってくれたらいいなと思ったんで、みんながおっと思ってくれるような感じでアカウントは作ってる感じですよね。平日も週末ももう50食限定っていう感じですかね。そうですね。イベントとかやるとやっぱそれぐらいは
70人80人ぐらい来るんで、その時はもう50食じゃなくて全然2日で150食ぐらい用意してっていう感じなんで。こう前倒しに開けるとあんまり並ばないので、みんなねちょっとでも並ぶのとか待つのを短くできるのが一番いいと思う。トッピングとしては毛沢東スパイスとガーリックマヨネーズのトッピングが多分一番多いですかね。で目玉焼きダブルにするか、あとはライス大盛りにするか。ご飯大盛りだと大体400から450ぐらいで、ノーマルだと200から250ぐらいですかね。だから50食で、5升ぐらいと考えれば1人1合は食べてるぐらいの感覚ですね。だから多分大盛りの人もおって普通の人もおるんで、そのバランスでそんな感じなんで。じゃあお待たせです。はい。もちめさんどうしました？ノーマルですか？はい。ごめんなさい、お会計だけ先払いになってます。1400円と1200円ですね。
いらっしゃいませ。一応さん。そう、そちら椅子座って、またりが入ったら声かけます。愛知も2時からだって。あ、でも決勝じゃなかったの？ただ単に目玉焼きこうバッてやつだけだとめっちゃ白身流れちゃうんで、それだとちょっと見栄えがかっこ悪いんで、だからこう形整えてっていう感じでやってるんですね。愛知からいや初めて来ました。はい。スタンダードでしたけど、はい、お腹いっぱいですね。また来たいです。今日何調べて来られたんですか？ TikTok 見て来ました。めちゃめちゃ美味しかったです。どちらから来られたんですか？愛知から旅行で何ご注文されたんですか？ガリマヤと毛沢東スパイスホロホロで美味しかったです。
まあ、うちのチャーシューの特徴としては、なるべくこう分厚く切ってあげるっていうのと、ラーメンとしては二郎系のラーメンが好きなんで、なんかチャーシューでご飯食べれたらなっていうのがもともとスタートなんで、味付けもどっちかというとこう、醤油の味というかラーメンの返しみたいな味付けにしてて、で、胡椒も効いてるっていうのもああいう二郎系も胡椒効いてる感じなんで、そういう感じで僕のチャーシューエッグを作ってる感じですかね。でガリマヨとかもそれもやっぱ二郎系のラーメンにトッピングでガリマヨとかもあるので、合わないことは絶対ないので、もうスパイスはもう本当にどこのお店もあんまやってないのかなっていうオリジナルっていう感じだと思うんで、その辺はなんか自分の色を出せてるんかなと思いますね。下に引いてます。いやめちゃくちゃ美味しかったです肉がめっちゃ柔らかくて、でなんかご飯の進む味ですごい美味しかったです。スパイスも本当になんか食欲がめちゃめちゃ湧いて、本当にご飯が止まんなかったです。ギリギリまでなかなか形保てないやつも中にはあるんで、どうしてもこう分厚いので、分厚くて硬かったらやっぱねしんどいんで、分厚いけど柔らかいっていうのがやっぱいいかなと思うので、部位はもう豚バラしか使わないので、豚バラで柔らかく炊くっていう、簡単に言えばもうちょっと角煮っぽいというか、それをもう最後焼いちゃうっていう感じなんで。ありがとうございます。
へえ。ご注文されたのは一番普通のやつですか？思ったより量が多くて大盛りにしようか悩んでたんですけど、思ったより波でもボリューミーで美味しくいただきました。柔らかかったですね。箸で全部切れたんで、ちょうど胡椒がアクセントですごく美味しかった。何からどのトッピングでどうやって食べたら美味しいやろって考えながら食べれるからあっという間になくなったかな。僕はからしとマヨネーズ混ぜて食べました。めっちゃいいですね。味ガツンときて美味しかったですね。ご飯めっちゃご飯めっちゃ多かったですね。もう大盛り、もうなんか漫画盛りみたいな。それを食べきりました。食べきりましたね。余裕でした。案外ペロリでしたね。どこ食べてきたの？朝4時に万年食ってる。お待たせです。全部食べて。これも数は。はい、どうぞ。うまっすね。いつも一人ですもんね。大体ね。年ぐらいなる2年丸2年オープン当初からね。その前にここで出してた味を覚えてて、でミート君が独立すんのやって、ああなくなったと思ったやつ食えるやんってなってからずっとそこからめっちゃもうほぼ毎週食ってる。もう豚1頭ぐらいいったんちゃう。さすがにいってると思うね。常に豚増しやねんから。結局醤油だれが一番うまい。この醤油だれが美味しいから全部トッピングがいけてると思ってるから、もう常にそれがなかったらご飯に合えへんと思う。
もうだからこれは50食以上食べて気づいたこと。お疲れ様です。でも大盛りね食べたいと思うんで、やっぱあんな山盛りご飯食べるっていうのがみんなね嬉しいと思うんで、ああやってビジュアルからちょっとでもこうテンション上がってくれたらいいなと思うんで、そんななんかもうバカ稼ぎしてるわけじゃないですけど、まあ奥さんと2人でご飯食べていけるぐらいはまあなんとか生活はできてるかなと思うんで、まあでもねずっと曲がりっていうわけにはいかないんで、いつかは自分の店舗をやるっていうしかもうね目標はないと思うんで、どの業態になるんかはまだわからないですけど、もしかしたらチャーシューやらないかもわからないですし、でもやっぱね今こうやって来てくれるお客さんもいっぱいおるので、どうにかこれを続けれるようにちょっと日々頑張ります。美味しいって言ってもらえるその一言のためにこうやってるんかなっていうのはあるんで、美味しかったりもうみんなああやってがっついてくれるのを見るとすごいこうやっててよかったなって思うので、そういうメニューを作ってるんでね、やっぱそうやってみんなが箸止まらずガツガツっと食べてくれることが一番の答えなんかなと思いますね。